どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリウムって面白いですよね。やればやるほどハマるというか、個人的には一生やってられるいい趣味だと思っています。ただ、いかんせんアクアリウムって知名度低いですよね。こと日本においては、その市場規模は本当に限定的で、他のペット界隈でもマニア的な立ち位置に置かれていると思います。それは自分がこのアクアリウム界隈に手を出し始め、どっぷり沼に浸かり、動画まで頻繁に出してからもずっと感じていることです。はっきり言ってしまえば、全然流行ってません。というわけで今回は、なんでこんなに面白くて沼なアクアリウムという趣味が日本で流行らないのかを、個人的主観でどっぷり解説していきます。マジで自分の主観でしか語っておらず、エビデンスとか理屈とかは抜きなので、話半分に聞いてやってください。もし自分が語った理由以外に、こういったことが理由なのではないかということがあれば、ガンガンコメントで教えていただけると幸いです。それでは早速お話していくんですが、アクアリウムって改めてニッチな趣味ですよね。まだ爬虫類とかのエキゾチックアニマルの方が人気があると思います。最近は特に爬虫類は来てますよね。ちょっと前に世間を騒がせた事件がありましたが、それでも根強い人気を誇っていると思います。そんな中、アクアリウムはなかなか日の目を見ません。なんか流行り始めたとか言われてたコロナ禍でさえ、体感的にはそこまで人口は増えてないと思います。中にはコロナ禍から始めましたって方もいらっしゃるんですが、人口を底上げするほどの影響はないのではないでしょうか。自分はコロナ禍で始めた方も大半はすでにやめてるのではないかと睨んでいます。確かにそこからどっぷりアクアリウム沼にはまりまくってる方もいるはずですが、それでもやめていく人を合わせるとプラマイゼロくらいになっているのではないでしょうか。正直そこにアクアリウムが流行らない理由があると思っています。というわけでまず一つ目の理由はズバリ継続するのが難しいところです。アクアリウムにはいろんなジャンルがあり、海水、淡水、水草、小型魚、大型魚などなど挙げ出したらキリがないんですが、全てに共通している点としては生き物を扱うということです。特に最初は生態に着目して始める方が多いと思うので、うまく育てられず挫折してしまうことも多いと思います。今でこそネットが発達して最低限の知識は簡単に身につけられますが、やはり実践して学んでいくことの方が多いです。そして無機物を相手にする趣味と違って、失敗イコール生態の死に直結します。そういった経験をする上で心を痛めてやめる人も多いと思います。水草なんかも同じで、さすがに生態が死んでしまうよりも精神的ダメージは少ないですが、そもそも水草自体が結構な値段するので、枯らしたり溶かしたりした時点で初心者としてはだいぶ手痛い傷になります。おまけに現代は大 SNS 時代。ちょっと間違った飼育方法をネットにさらしてしまえば、どこからともなく生態がかわいそうという言葉が飛び交ってきます。動画投稿などをしていると余計感じるのですが、結構そういう声は多いです。まあ自分から全世界に発信してるんだから当たり前ではあるんですけど、一人で寂しくやるには限界があり、SNS を使わないというのは今のご時世ではあまり考えられません。そうやって自身の飼育状況を晒し、アドバイスをいただきながら成長していくのも醍醐味ですが、そこに紛れてくるきつい言葉などは初心者のメンタルを砕くには十分な破壊力があります。生き物だから最低限の知識を身につけてから飼育するのは当たり前ですが、全員最初から完璧ではなかったはずなので、もう少し寛容になってもいいんじゃないかなと個人的には思ったりもします。さすがに限度はありますけどね。自分なんて学生の頃は今では考えられないような飼育環境でアクアリウムをやっていたので、その時に SNS に手を出してなくてよかったなとつくづく感じます。そういった SNS の寛容さも新規のアクアリストを生むには大事になってくるのではないでしょうか。ちなみに生態系を破壊するような蛮行を行ってたりした場合は非難されてしかるべきなので誤解なさらぬようお願いします。
そんな感じでアクアリウムの難しさと SNS の荒波が新規定着がしにくい要因の一つなのではないかと考えています。続いての理由は飼育方法が体系化されていないところです。アクアリウムってなんとなくですけどスピリチュアルな側面が多いと感じますよね。バクテリア剤なんてその最たる例で、否定するつもりはないですし有用な商品は数多くありますが、その効果を数値化している情報は一切ありません。メダカなどでよく用いられる PSB でさえいるいらない論争が勃発してるくらいですからね。基本的には用品や飼育スタイルに関しても主観によるところが大きく、同じやり方をしてもうまくいく人とうまくいかない人が出てきます。なので自分は基本的に製品のレビューや飼育方法を発信するときには主観であることをしっかりと伝えています。この体系化できない理由に関しては、成功するためには様々な要素が複雑に絡み合っているからだと思ってます。まず日本といっても住んでいる地域によって水道水の水質が全然違います。基本的に軟水ですが、硬水の地域は本当に硬水です。この差こそが真逆の飼育理論を生んでいる大きな要因であると感じており、アクアリウムの難易度が高い地域と低い地域の差が歴然と現れていると思います。基本的に軟水の地域ではガンガン水替えを行えば大抵の問題は解決しますが、硬水の地域では水替えが逆効果になることもあります。しかしこれも基本的にはという注釈が入り、飼育する生態によってはこれまた逆になることもあるんです。ここら辺がアクアリウムは飼育方法が体系化できず、自分の環境に合った飼育スタイルを手探りで見つけていくしかないという状況を作っているんだと思います。おまけに同じうちで同じように立ち上げた水槽ですら完璧に同じとは言い切れませんからね。100個水槽があれば100個違う環境が構築されているんだから、やり方も100通りあるわけです。その中でどういった時にどういった対処が必要になるかは言語化するのが難しいですし、情報だけでは身につきません。そういったロジカルな側面が薄く、体で覚えろ的な風潮がこのアクアリウムの敷居を高くしています。これは別に誰のせいでもないですし、沼にはまればそこが一番面白いところということに気づくんですけどね。そこに至るまでにリタイアしてしまう人が多いというのが現状です。続いての理由は、日本には地震が多いことです。これは言わずもがな、日本は地震大国なので、アクアリストは常に地震に怯えながらこの趣味を続けています。最近は特に南海トラフ地震なんていう大地震が起こると噂されているので、地震による恐怖は計り知れないものがありますよね。地震速報のニュースでは必ずと言っていいほどアクアリスト宅の水槽が波打ってる映像が流れます。これは地震の揺れの凄さを視覚的に分かりやすく伝えられるからだとは思いますが、やってない人からすると狂気の沙汰ですよね。アクアリストからしたらまあそうなるよねって感じですけど、潜在的アクアリストがその映像を見たらやっぱやめようとなるのも仕方ありません。自分もアクアリウムを再開してから何度か地震を経験しましたが、もう無理な時は無理だと割り切って過ごしています。いくら対策したところで無駄ですし、そこは被害が起きた時にどうするかを事前に考えておくくらいでいいのではないでしょうか。ちなみに自分は地震で水槽内の水が辺りに溢れまくって、そこから漏電し火災になることが最悪のシナリオだと思っているので、そこら辺の配線関係だけは気をつけています。それ以外は諦めてますね。なんせ水槽部屋に16個も水槽を置いてますから、これを全部無傷で地震を乗り切ろうなんて考えることすらおこがましいです。最後の理由は住宅問題です。日本は狭いです。外国では120センチとか180センチとかザラですけど、日本では60センチ水槽を置くのでもヒーヒー言わないといけません。一軒家とかであれば少し融通は利きますが、大体は賃貸に住んでいらっしゃる方が多いのではないでしょうか。自分も例に漏れず賃貸住宅であり、そこら辺の制約はあります。一応ペット可の物件だから普通に熱帯魚も飼育していいんですけど、トラブル防止のために管理会社の方にアクアリウムをする旨を伝え、部屋の構造などの情報をいただいてアクアリウムをやっています。
1階だからそんな神経質にならなくてもいいのではないかと思われるかもしれませんが、床には耐荷重というものがあり、超過すると最悪床が抜けます。まあ極端に古かったり180センチ超えの超大型水槽を置くとかしない限り床は抜けないと思いますが、歪みはします。自分はこのうちに引っ越す前の住宅で失敗しており、耐荷重の対策をしていなかった結果、水槽が若干傾いたままアクアリウムをしていました。床は抜けませんが、水平を保っていないと水槽の一箇所に負荷が集中して水槽が決壊する可能性もあるので、そこら辺はしっかり気をつけておかないといけないところです。ちなみに2階以上になってくると1階よりもよりシビアに荷重を考える必要があるので気をつけてください。また漏水した場合は開花の住人に被害が及ぶ可能性もあるので注意が必要です。そういった住環境が日本のアクアリウム普及の大きな壁になっていると思います。ここら辺の環境に関しては個人の力ではどうしようもない部分がありますからね。というわけでいかがだったでしょうか。今回はアクアリウムがいまいち日本で流行らない理由を自分なりに考えてみました。自分はこの動画を通じてアクアリウムの良さを広めようとか、アクアリウムをする人を増やして界隈に貢献しようとか、そんな素晴らしい考えは持ち合わせていませんが、アクアリウムの人口が増えることによって自分の動画を見てくれる人が一人でも増えたらいいなと思ってます。周りのことは二の次で自分のことを第一に考えているのが自分の底の浅さを物語っていますが、副次的にでもアクアリウムが盛り上がれば儲けもんですよね。皆さんもこの動画で語ったこと以外のアクアリウムが流行らない理由やアクアリウム界隈が盛り上がるための方法などもコメントで教えていただければ嬉しいです。そうすることによってアクアリウム人口が増え、自分の動画が1回でも多く再生されれば最高。というわけで今回はここまで。